T33 型エクストレイルの雪道試乗の後半戦。まずは一番感動した E ペダルステップによるオンロード圧雪路試乗の様子からお届けしましょう。これはアクセルペダルだけで車速をコントロールできる機能です。アクセルを踏めば加速していくのはエンジン車と変わりませんが、センターコンソールのスイッチをオンにするとアクセルを戻した時に意図的にスピードを落とすことができるようになります。これはモーターを外から回そうとする力を電気に変える回制という仕組みを使ったもので、体感としては強いエンジンブレーキのようなものと言われており、最大の特徴は減速時の運動エネルギーを再利用可能にしている点です。以前オフロードコースで試しましたが、我々がテストするような急坂の下りではさほど大きく速度を落としてくれるものではありませんでした。それもそのはずです。開発者曰く、街乗りで違和感を感じない程度の味付けにしているとのことでしたから。こういった急坂ではヒルディセントコントロールを使った方が安全にゆっくり降りられます。では雪の一般路面ではどうなのか、それを検証しようというわけです。スノーモードで E ペダルをオンにします。やっぱり一般道、これでも結構なアップダウンのある一般道なんですけど、E ペダルによる回生ブレーキの効き、いい感じですね。これ以上強くてもスリップとか誘発してしまうし、これ以上弱かったら今度逆にゆっくりするまでに時間がかかってしまうという感じで、この E ペダルの効きなんですけど、E ペダルを離してもその後1秒ぐらい後にかけて徐々に回生ブレーキが強くなっていく設定なんですよね。なのでアクセルを乱暴に離したとしても車の挙動が悪くなることがないです。あっと思った時にアクセルペダルから、足を離してしまったとしても、それによって雪道の上で滑りが誘発されるような、そういう味付けではないです。そしてこうやって坂の頂上まで来た、ここから下りでコーナーなんだなっていう時にEペダルをふっと離してあげるとスッと速度が落ちてくれて、しっかりとこの右前輪に荷重がかかりながら曲がるっていう感じなんですよね。なので本当に路面をしっかり捉えてくれます。慣れてくるとこういった坂道では加速して頂上から向こう見えづらいので、その辺りで E ペダルをスッと抜く。そうするとまたコーナーが来る。コーナーに向けてしっかり速度が落ちてる。正直この運転感覚に慣れてしまうと、今までの、エンジン車に戻れないんじゃないかっていうぐらい安心安全に運転できます。雪道を運転している緊張感がとても少ないです。雪道運転していると対向車が来るとちょっとピクッと緊張感が走ると思うんですけど、その瞬間にも自分の右足はアクセルを抜く方向に動いてるんですよね。それで回生ブレーキを効かしながら速度を落としているので、対向車、このコーナー途中に対向車を見つけても、対向車、このコーナー途中に対向車を見つけてもやばとか怖いっていう感覚が一切ないですね。自分はそのシフトレバーでエンジンブレーキの効きをコントロールするっていう運転を雪道ではしてたんですけど、この左手によるその3速に入れるとか2速に入れるとかいうシフトレバーで、そこから、キックダウンしてエンジンブレーキがかかっていくっていう、そのワンポイント遅れてくるエンジンブレーキのかけ方の時は対向車が来た時にそれやっても間に合わないんですよ。だけどこの E ペダルの車って、何かあるな、何かやばいな、コーナーもうちょっと速度落とさなきゃって時にもう自動的に動いてしまう、その右アクセルを抜く操作によって速度が落ちるので、
本当に楽です。こんなに楽だと思わなかった。今皆さんにお見せしているエネルギーモニターは、電気を今モーター回してタイヤを走らす方向に供給してますよとか、下り坂に入るとこうやって充電してますよ、回生ブレーキで充電してますよっていう表示が出てるんですよね。ちなみに回生ブレーキが効いてるときはこのモニター上でいきますよ、ペダル離しますよ。見えてる通りブレーキランプはつきます。はい、後ろにいる人間にフットブレーキを踏んでなくても回生ブレーキ効いてますよっていうシグナルとして、ブレーキランプは見えるようになってます。でも軽い回生状態ではブレーキランプつかないですね。ある程度強い回生ブレーキじゃないと、ブレーキランプつかないようになってるみたいです。やっぱり e ホース、四輪を制御している e ホースの働きだと思うんですが、ハンドル切ってこっちに行きたいっていう方向に車のノーズがクイックイッと曲がっていく感じがします。今までこのグランデ湖に向かう途中のこの道、対向車が来るとちょっと緊張したんですけど、で実際対向車の皆さんが緊張してらっしゃるのも速度変化から分かるんですが、こちらも飛ばすつもりはないんですけど、対向車が来ることの恐怖感っていうのは、なくなりましたね。やっぱりドライバーが切りたい、こっちに行きたいよといった方向に車が向きを変えてくれるっていうところがすごく味付けがいいなと思いました。こうやってコーナーの途中から切り出す時でも本当にスーッと向きを変えてくれるので、乗ってる人も酔わないと思うし、運転してる人もリラックスしながら、雪道を緊張せずに走ることができると思います。次は雪の上り坂を行きたいと思います。これも結構な斜度です。モードはスノーモード、そしてヒルディセントコントロールは今点滅してますけど、ドライブレンジに入れたら点灯します。 E ペダルはオフのままです。この上り坂を何の苦労もなくスタートしましたね。でオフロードの時と同じで、ちょっと皆さんに聞こえますか？これ風の音入っちゃうかな。おう雪待ってるし、これ雪入ってくるし、オフロードの時と同じでちょっとこっちの窓閉めます。かなり雪の音が聞こえるんですよ。今度は雪の上をスノーブーツを履いて歩いてる時みたいに、この車モーターだけで走ってる時聞こえますか？雪を踏みしめる音聞こえるんですよ。これエンジン車ではない感覚ですよね。すっごく気に入ってます。これで、この辺りで一回坂道でストップして、坂道発進それぞれのモードで比べてみたいと思います。じゃあこの辺でストップします。窓閉めますね。さすがにエンジン回りました。まずはスノーモードの全開発進をやってみます。いきます。3、2、1、全開。最初ほんのわずかに滑りましたけど、すぐに、回転トラクションコントロール働いて回転を調整してグリップさせましたね。ほぼ滑った感覚は最初の本当に0コンマ数秒で登ってった感じでしたね。これ全開で滑りなので安心感あります。次オートモードやってみたいと思います。オートはスノーモードより
パワフルになるはずです。いきます。3、2、1。加速は速いですね。でもオートでもこの雪道の上り坂グリップしますね。これがオートたるゆえんで、最初スリップした時に、ここやばいぞっていうことを判断するんですね、車がね。このトラクションコントロールも最初こそ右前輪から雪が舞うような、跳ね上げるような挙動を見せましたけど、スノーモードよりは滑りましたけど、登りました。で、ここを今度は、スポーツモードでいきたいと思います。一番スポーティーなモード。スポーツモードにすると、そうですね。ヒルティセンター点滅してますね。いきます。3、2、1。ほとんど滑らず登っていきますよね。だからこのエクストレイル、スポーツモードで雪で全開で踏んでも、あんまり滑んない。すごいですね。やっぱりこれが、1万分の1で、1万分の1秒で、センシングしてモーターを制御しているっていう強さですので。で、この、雪の上り坂、私何回もテスト来てるんですけど、今までエンジン車で。こんなに何事もなく登るのは、このエクストレイルが初めてです。今までは道の端っこに滑ってって、ずり落ちそうだからもうこれ以上実験できないとか、そういうことが結構ありました。ちょっとその意味でこのエクストレイルの性能に驚いてます。で、ここは右に回り込んでいくコーナーなんですけど、ヘアピンコーナーなんですけど、右後輪が浮きます。もしかしたら左前輪も浮き気味になるかもしれません。これを雪の状態でいけるのかと。はい、ちょっと待ってください。さすがにスポーツモードではいかないのでスノーモードにします。いきます。前が滑ってるが噛んだ。トラクションコントロール働いた。いきますね。いきますね。いきますね。これ雪の上り坂で、しかも足が浮くっていう、これを、この車登るんですね。ちょっと信じられないですね。もう一回やってみましょう。もうちょっと厳しいライン行ってみましょう。滑った。こっち側でラインを探してみる。無理かな。ちょっとこれ無理ですね。こういう時は今みたいに悪あがきしてはダメです。ちょっとバックしてそれでいきましょう。このヘアピンのモーグル状の坂を登れるのはすごいですね。結構急な下り坂を下りたいと思います。まずスノーモードにして、それからドライブに入れます。そしてスノーモードだとヒルディセントコントロールが入るので、ヒルディセントコントロールをオン。この状態で下ってみたいと思います。今だいたい9キロぐらい、10キロぐらいで下ってますね。十分安心できる速度で下ってますね。タイヤきっちりグリップしてます。で、ここから速度を抑えるにはブレーキペダルを踏み増してあげると、時速8キロに今落ちましたね。8キロ、6キロ。で、これではちょっとゆっくりすぎるっていう時は、アクセルを踏み増したところで、好きなところでアクセルを離してあげれば、このように時速10キロで、ヒルディセントコントロール速度設定がキープされます。このぐらいの下り坂だと、10キロ、11キロで下ってるのが安心感ありますね。このヒルディセントコントロールの設定は本当に簡単なので、便利です。
で、注意点はスノーモードとオフロードモードでしか働かないので、そこは注意しましょう。ただスノーモード、オフロードモードともにバックで使えるので、そこは便利ですね。坂道上がるのを失敗した時に。それと、ヒルディセントコントロールは E ペダルがオンの時に使えないので、E ペダルはあらかじめオフにしてあります。E ペダルオンの時にはヒルディセントコントロールのランプが点滅状態になっていて、ヒルディセントコントロール効きません。これは気をつけてください。で、音がしているのはフットブレーキの機構を使って速度を下げている、ブレーキを使って速度を下げている時の音ですね。はい、結構急な坂ですけど安全に降りられました。はい、今朝の7時、外気温はマイナス6度です。これからエクストレイルのエンジンを始動して、車内の温度がどのぐらいのペースで上がっていくのか実験してみたいと思います。これが駐車直後、一晩明けると雪が少し積もっていました。窓の表面も凍っています。中から見るとこんな感じです。エンジン始動します。そしてエアコンオートの最大温度ハイにします。エアコンオートのハイ、外気導入になっているので、これを内気循環にしてシートヒーターとかは切っておきます。ここで思い出していただきたいのはエクストレイルの構造です。この車は発電用に燃焼効率に優れた 1.5 リッターエンジンを積んでいますが、それが車内の暖房に影響を及ぼす可能性があります。ただ、この車は寒冷地仕様だったので、電気で空気を温めることができる PTC ヒーターがついていました。風量が1から2、2から3へと段階的に上がってきました。リアウィンドウのデフォッガーをオンにすると、ドアミラーのヒーターも一緒に働くようになってます。デフロスターのスイッチも入れます。8分を超えたところで今氷点下3度ぐらいまで上がってます。リアのデフロスターをオンにするとミラーの電熱線もオンになる設定です。先ほどミラーの下半分についていた雪が溶けて飛んでいきました。もうすぐ10分です。エネルギーモニターを見るとかなり満充電に近くなってきました。そして車内の温度は氷点下 1.5 度、2度ぐらいのところを指してます。この段階ですともう結構車内あったかく感じますね。10分を経過するとフロントウィンドウの凍っていた部分、結構クリアになってきています。まだもうちょっと上の方が凍ってますね。12分経過したところで0度になりました。15分を超えて3度になりました。もうかなり暖かいです。フロントウィンドウの氷も、かなり溶けました。車を始動してから19分経った時点でエンジンの回転が止まりました。充電がいっぱいなんだと思います。実験ほぼ20分やってきましたが、今車内の気温は5度を超えています。フロントウィンドウの上、センサーとかカメラのある部分ですかね。ここが温風が当たらないので意外に氷が溶けづらいです。それとワイパーの格納してある部分ですね。ここも温風が当たらないので氷が溶けづらい感じですね。ここはワイパーデアイサーがあるといいですね。かれこれ30分ぐらいはエンジンをかけているんですが、フロントのボンネットの上の氷は溶けないですね。コンパクトな 1.5 リッターエンジンの熱量の問題かもしれないですね。ただ車内は十分に暖かくなりました。エクストレイルはモーター駆動の車ですが、
暖房はエンジンの熱で行われるので、大雪などで立ち往生することがあったとしても、ガソリン車と同じように暖房が長く使えるのはいいですよね。ここで雪の中や寒いところで役に立つ装備をご紹介しておきましょう。寒冷地仕様だけの装備もあるので、そこはご注意ください。前席のシートヒーターは運転席と助手席それぞれにあって、3段階で暖かさが調整できるようになってます。温度設定は運転席、助手席、それから後席の3つのゾーンで独立して設定することができます。もちろんこうやって後席から設定できます。そしてこちら、後席にもシートヒーターがついていて、左右別々に3段階で調整することができます。ステアリングヒーターやバックフォグも寒冷地仕様の装備ですね。エクストレイルはドアとサイドシル、一番下まで一体になっているので、ここが汚れていたとしても、乗り込むときに、ズボンが汚れるとか、そういうことはないですね。これは泥でも雪でも一緒です。今、グランデコからの下りの道を走ってます。実は、日産のノートなど、一つ前の世代の e パワーの車だと、長い下り坂で回生ブレーキを使い続けて、バッテリーが満充電になってしまったとき、その時に、エンジンが高回転でうなるという現象が起きていたんですね。これはリチウムイオンバッテリーに電気を貯める場所を作るため、エンジンをモーターの力で強制的に高回転で回すことによって溜まりすぎた電気を捨てるという制御が行われていたのです。もちろん燃料はカットされるでしょうから燃費には影響しませんが、仕組みをよく知らないユーザーにとってはやや唐突でうるさくて不安になる要素もあったのでしょう。ところがエクストレイルは E ペダルで坂道を下っていてもエンジンが高回転でうなることはありません。これは E ペダルがついた新世代の E パワー車がメカニカルブレーキとの協調改正を可能にしたからです。したがってバッテリーが満充電に近くて回生ブレーキを効かせられないという状況でもメカニカルブレーキを使って回生ブレーキと同じようなフィーリングでワンペダルのまま減速できるようになったわけです。これが実際に長い下り坂で起きたのでお見せしたいと思います。はい、バッテリーが満充電です。おそらくもう回生ブレーキはあまり使えません。その状況でアクセルペダルを離すと、エネルギーモニターを見てください。回生していないですよね。ブレーキランプがついて速度が落ちているのに回生してない。でこの方法だと、エンジンが突然うなり出したりしないので、ある意味快適ですし、仕組みをよく知らない人でも不安にならないだろうなと思います。ただエクストレイルでもE ペダルをオフにしているとメカブレーキとの協調改正は行われないため、エンジンを回して電気を捨てるという制御になるので、そこは覚えておいてください。というわけでエクストレイルは E ペダルを使っている限りモーター強制駆動による高回転のエンジン音が発生しないのですが、基本的にディスクブレーキを効かせ続けるということになりますので、長い下りのワインディングなどでは加減速を繰り返すのではなく、ブレーキのベーパーロック現象やフェード現象をケアした優しい運転をするように心がけた方が安全だと思います。最後になりますが、前編の動画でお見せした積雪路でのアクセル全開テストでエクストレイルがどのような挙動をしていたのか、真上からの映像がありますのでご紹介しておきましょう。まずスノーモードです。ステアリングを右にフルロックさせアクセル全開で走っていますが、タイヤが滑り出すことなく
最小に近い回転半径で回り続けていることがわかります。次にオフロードモードです。スノーモードに比べやや大きな円を描いています。これは前輪と後輪の滑りを少し許容しているからです。なぜそうしているのかは前編の動画でお伝えしているので、ぜひご確認ください。最後にビークルダイナミクスコントロール VDC をオフにした状態です。この状態ですとアクセルを踏んでいる限りタイヤの空転とは関係なく前後2つのモーターがパワフルに回り続けます。見ての通り車が暴れてしまいますので、日常的に使う必要に迫られることはほとんどないと思います。いかがでしたでしょうか。エクストレイルは私が想像していた以上に雪道で扱いやすい車でした。ドライバーに負担をかけず気負わず安心にドライビングできるという意味で、雪の上でこれ以上の性能を備えた SUV を私は知りません。最初はエンジンを備えた EV というあり方に中途半端なイメージを持っていましたが、モーター駆動だからこそ実現できたきめの細かなトラクション制御に加え、ワンペダルの扱いやすさ、大雪で立ち往生した時の暖房など、バッテリーをはるかにしのぐエネルギー密度を備えたガソリンを燃料として使うメリットを肌で感じるようになって、このシステムが現状一つの最適解ではと考えるようになりました。最初は少し抵抗のあったフロントマスクも今では心からかっこいいと思えるようになっています。エンジニアの皆さんが少し未来を見つめて開発する車って本当に面白いですよね。そして四輪駆動車ってやっぱり楽しいですよね。それではまたお会いしましょう。